皆さんこんにちは、ケタビチャンネルです。今日はこの車中泊軽自動車1年経ったわけなんですが、この車中泊軽自動車の理想と現実について少々お話をしたいと思います。この車中泊軽自動車はビルダーさんが理想のもとに作られた車中泊軽自動車です。普段使いからこの車内で食事ができたり、もちろん車中泊ができるという仕様になっています。この素晴らしい車中泊軽自動車ですが、全ての皆さんが車中泊するのに適しているかどうかは別の問題となります。ここを間違えてしまうと車中泊が楽しくないということをですね、これからお話をしてみたいと思います。誤解をしないようにしていただきたいことはですね、この車中泊軽自動車が悪いのではなくて、自分たちの車中泊スタイル、人数であったりペットがいたり、どのような車中泊をするか、どのような旅行をするかによってですね、車中泊軽自動車を選ぶ必要があるということになります。これから車中泊軽自動車を検討している皆さん、またこれから購入を考えている皆さん、車中泊軽自動車の DIY をですねしようと思っている皆さんにはですね、きっとためになる動画となっていますのでご覧ください。はい、それでは行きましょう。この車中泊軽自動車は3つのパターンがあります。普段乗り、足を下ろして座れる滞座モード、またフラットのベッドスタイルということになりますね。それぞれ私がこれから展開をして説明していきますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあニコニコ。はい、じゃあこれから展開するよ。はい、それでは普段使いをするモードにこれから展開をしていきたいと思います。はい、この3つのマットをどかします。ご覧のようにですね、素早く普段使いができるモードに展開ができました。貨物ですから、もちろん背もたれはリクライニングしませんが、大人2人が余裕で座れるスペースは十分あります。はい、それでは次にですね、足を下ろして座れる滞座モードの展開をしてみたいと思います。はい、それではこちら側から展開をしていきます。では今度はこちら側、反対側も同じように展開をします。はい、簡単ですね。はい、次にですね、ここへポールを立てます。はい、ポールを立てます。そうしましたら、ここの後ろにありますテーブルをですね、テーブルをこのようにセットして、はい、テーブルをこのようにセットして完了です。はい、それではですね、実際に座ってみたいと思います。はい、腰掛けました。大人2人で足を下ろして食事をするのにはですね、十分なスペースになりますね。はい、このようなスペースになります。楽ですよね。この足を下ろして食事ができるというのは楽ですよね。絶妙なセッティングをしてくれてあります。私小柄ですから頭使えないですけど、この座った時にですね、頭が使えない。そしてこの座った時のこの足の角度もですね、窮屈にならないようにですね、ここの高さ、
この椅子の高さをですね、計算してくれてあります。こんなに楽なモードがあるんですけども、私たち車中泊ではこの足を下ろして座るモードはほとんど使わない。それはなぜかと言いますと、この簡単に展開できるこのモードですけども、実際車中泊の時はこのように簡単にできないんですね。それはなぜかというと、この上にですね、この上にマットの上にたくさんの荷物があるために、この展開がスムーズにできないんですね。荷物をどかしてこのような展開をしなければいけない。非常に簡単そうに見えても、この荷物をどかしてこのベッド展開というのは非常に苦痛なんですね。ですから私たちはこのベッド展開は今ほとんど使ってません。このベッド展開しなくても別にいいじゃないと思われますが、この足を下ろして座れるモードがあるためにですね、車中泊が逆にしづらくなっています。このことはまた後で説明します。はい、それでは滞座モードから今度は就寝時に使うフルフラットの状態に変えたいと思います。はい、このポールを外します。そしてこのポールは後ろに片付けます。そしたら後ろに外してやったこの3枚のマットをつけるだけです。はい、できました。はい、このようにですね、フルフラットにすることが容易にできます。とても簡単ですね。皆さん簡単だね。はい。このアトリエはですね、とても広くて、大人2人とペット、十分にですね、就寝することができます。しかしですね、私たちにはちょっと使いにくいなというところがあるんですね。それはどこかということですね。それはですね、先ほど足を下ろして座れる滞座モードがあるために車中泊がしづらいと私お伝えしましたが、そのことを説明したいと思います。足を下ろして座れる滞座モードありましたよね。その時はここのところに腰掛けていたんですけども、頭がつかないように、また座れる足の角度も楽なようにですね、このマットの高さをですね、ちょっと高めにしてくれてあるんですね。はい、その高めにしてあることによって車中泊がしづらくなっています。まず一つ、ここの上部の空間の高さがちょっと足りないんですね。上部の空間の高さがちょっと低い。何が車中泊がしづらいかというと、この座った時にですね、このマットの上に座った時にですね、頭がですね、やっぱりこれ使えちゃうんですね。車中泊する時にはここの高さがあった方が非常に車中泊はしやすいんですね。それでもう一つですね、このマットの位置が高いためにですね、車中泊がしづらいことがあります。それはこのマットの上から下へ降りる時にですね、非常に降りにくいんですね。これは純正の椅子なんですけど、畳んだ高さがここですね。そしてここが今空間になっています。今就寝のマットの高さかなりありますね。だいたい30センチぐらいあります。マットの位置を下げるだけで確実に乗り降りはしやすくなるはずです。この今フルフラットの状態になってますが、寝やすいようにですね、柔軟性のあるシートをですね、高反発のシートをこの上にかけるわけなんですね。そしてシートをかけてしまうと、このマット下のものっていうのは非常に取り出しにくいんですね。今はシートがないので取り出しやすいんですけども、非常に取り出しにくくなってしまうということですね。滞座モードはあんまり使わないという方はですね、滞座モードのない仕様を買われて、
このマットの位置が低い仕様を買われた方が車中泊は絶対にしやすいということですね。そうしますと、この下の収納はなくなってしまいます。下の収納っていうのは非常に使いづらい。収納はですね、ここの空間にあった方が絶対に使いやすいんです。私今この網を使ってますけども、ここの空間にあった方が使いやすい。ですから、このマットの位置を下げて、ここの空間を大きく取って、ここの上部にですね、上部に収納の棚のあるキャンピングカーの方が使いやすいんではないかなと私たちは思います。私たちもですね、この空間ができるだけ広い、棚、こういう家具ですね、家具がないものを選んだんですね。で、収納はですね、ここの下にあるから、十分だろうということで選んだんですが、実際車中泊をしてみると下の収納は使いづらいということが分かりました。この大きな家具があってもですね、寝る時にはですね、さほど支障をきたさないと私は思います。もう一つ重要な問題があります。すべてのベッド展開に共通することがあるんですね。それは一回車外に出ないとベッド展開ができないということなんですね。今日はですね、非常に晴天です。いつもこの晴天というわけではないんですね。晴天の時はですね、ベッド展開は非常にスムーズにできます。しかし、雨が降った時のベッド展開というのはとても苦痛ですね。カッパを着ながら作業をするわけなんですね。作業もしづらいですし、早くしなければいけないということもありますから、雨のためにですね、スムーズに作業ができないんですね。1日だけならいいですけども、連泊の時にですね、雨が続いた時にはですね、それは非常にですね、応えると思います。できれば車中泊軽自動車も車外に出ないでベッド展開ができるキャンピングカーがいいかと思います。この車中泊軽自動車、ビルダーさんが理想のもとに作られたとても素晴らしい軽自動車です。これから車中泊軽自動車を購入する皆さんは、自分たちは一体どんな車中泊をしたいのか、どこに重点を置きたいのか、それによって車中泊軽自動車の選択というのは大きく変わるということになります。完璧な車中泊軽自動車というのはないですので、自分たちで DIY 工夫をしながらですね、また車中泊を皆さん楽しんでいただければと思います。はい、今日の動画は以上となります。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。